漫画のための、ぼかしフィルターの使い方講座。の巻。皆さんこんにちは、ゆきのこです。助手のゆきんしです。今回の動画は、漫画を描くときに使えるぼかしフィルターの使い方講座です。ぼかしフィルターって漫画にも使えるの。カラーイラストだけの機能だと思ってたよ。モノクロ漫画でも意外と使える機会があるんだよ。今回は一枚絵を描くんじゃなくて、漫画を描くときに実践的な小技をたくさん紹介する感じになっております。前半が基本編、トーンワークについて。後半が今回の目玉、応用編、質感の陰影へのぼかしの活用についてです。それでは早速始めていきます。はじめに、ぼかしフィルター自体の使い方についてです。試しにこの黒丸をぼかしてみましょう。まずフィルターはモノクロレイヤーでは使えないので、レイヤープロパティの表現色をモノクロからグレーにします。次に、フィルターメニューのぼかしのガウスぼかしを選んで、ぼかす範囲をスライダーで調整して OK します。黒丸の縁がぼかせたね。最後に、レイヤープロパティの効果のトーンをオンにして、モノクロ漫画として印刷できる形にして完了です。ウェブならグレーのままでもいいけど、紙に印刷する人はトーン化するのを忘れないように注意だね。それじゃあ実践で使える基本編をやっていくよ。トーンでのぼかしの使い方だね。まずは基本技その1、縁ぼかし。書いたものにぼかしトーンの縁をつける方法です。魔法とかビームとか光ってる感じのものでよく見るやつだね。まず縁をつけたいものを書いてから、書いたレイヤーをコピペして、色調の反転や塗りつぶしなどで黒くして、自動選択や色域選択などで選択して、編集メニューの選択範囲を縁取りで縁をつけて、元の書いたやつを一緒に表示するとこんな感じ。これをガウスぼかしでぼかしてから、トーン化をオンにして、不透明度を下げて明るさを調整します。光ってる感じにしたいときは、白い部分も同じようにやると良いです。これで完成だね。レイヤーの構成はこんな感じです。塗りつぶして縁つけてぼかして重ねただけだから簡単だね。ちなみにこんな感じに後ろが黒とかで暗いときは、外側のぼかし部分が見えなくなってしまうので、そんな時は暗い部分と重なる部分のぼかしを切り取って、編集メニューの色調補正、階調の反転で、ぼかしを白に変えると良いです。これで暗いところも明るく見えるね。別のやり方として、後ろの黒い部分の方をコピペして、階調反転して、ぼかしレイヤーにクリッピングでも OK です。こっちの方が簡単そうだね。縁ぼかしは、他には例えば、こんな感じの物憂げな感じのシーンでも使えます。少女漫画とかでよく見るあのやつだ。まず白いベタ塗りレイヤーに囲って塗るツールでマスクを作ります。線画の濡れてない部分も、コントロールをしながら線画レイヤーのサムネイルをクリックすると選択できるので、余すところなく塗りつぶします。コントロールをしながら白のマスクのサムネイルをクリックで選択して、新しいレイヤーを作って、黒で塗りつぶします。大きめに縁取りして、不透明度を下げて、このくらいぼかしてから、トーン化します。このままだとトーンが重なってるところで明るさの印象が変わってしまうので、私ゆきのこ制作のトーンずらしのオートアクションで網目をずらして完成です。儚げな雰囲気になってる。このアクションは概要欄に貼っておきますのでよかったら使ってください。とても便利なので僕はショートカットに登録して毎日使っています。お次は基本技その2、モーションブラー。運動やバトルシーンでのぼかし表現です。かっこいいけどいきなり難しくなってない。大丈夫、今までのぼかしに方向がついただけだから、やることは同じだよ。それじゃあこのマシンガーンにエフェクトをつけていきます。まず、マズルフラッシュを白で書きまして、適当なレイヤーを作って、マズルフラッシュの中心に目印をつけておきます。この目印を中心に、マズルフラッシュに先ほどと同じように、モーションブラーの縁ぼかしをつけていきます。コピペして、黒で塗りつぶして、縁取りをします。フィルター類は、漫画原稿のような大きいキャンバスで使うと、とても重たいので、事前に、ぼかしたいところだけ選択範囲で書こうと良いです。
モーションブラーのぼかしをする前に、普通のガウスぼかしも少しかけておくと、後で綺麗にぼやけてくれます。次にモーションブラーのために、フィルターから放射ぼかしを起動します。すると、ぼかしの中心の赤い×印が出てくるので、これをさっきのマズルフラッシュの目印に移動します。あとは、ぼかす方向を両方向にして、ぼかす量を少し大きめにして OK をします。フラッシュ感があるぼかしができたね。上の白部分も同じように軽くガウスぼかししてから、目印に赤い×印を合わせて、放射ぼかしをかけます。黒部分より、ぼかす量を少し減らすのがポイントです。最後にトーン化して完了です。赤い目印があったから白と黒の2つのレイヤーを、それぞれ同じ中心でぼかすことができたんだね。そういうことです。集中線は、マズルフラッシュに合わせるんじゃなくて、銃弾の向き、重心のパース方向に合わせると良いです。キノコなんかも、飛沫ブラシで適当に散らしたやつを、ガウスぼかしすると良いアクセントになります。次に集中線と銃弾のぼかしの中心を合わせるために目印を設置します。事前に放射線定規をショートカットに登録しておいて、オブジェクトツールで集中線の中心を選択しながら、ショートカットでツールを放射線定規に切り替えて設置して、これを銃弾の軌道と放射ぼかしの中心の目印にします。集中線の中心が他のレイヤーで表示されないのを強引に解決する裏技なわけね。あとはマズルフラッシュの時と同じように中心を合わせて放射ぼかしをかけて、銃弾のモーションブラーがかけました。そんなに苦労してないのにかっこよくかけてるね。次は重心の反動、リコイルをモーションブラーで書いていきます。まず銃のレイヤーフォルダをコピペして、中のトーンのトーン化をすべて解除して、グレーにしてから、銃のフォルダを結合して1枚のレイヤーにします。銃口付近以外は使わないので消してしまって、平行線定規で垂直に線を書き足したり、指先ツールで伸ばしたりしてから、フィルターの移動ぼかしでぼかす角度を90度にして、縦方向に銃口をぼかします。リコイル感がすごく出たね。グレーの画像を作るのが少し面倒くさいけど、色々揺らしたりできるので、あとは頼む。頼むね。次は基本技その3、レンズぼかし、です。画面上でカメラの焦点が合っていないところを、ぼかしで表現する手法です。試しに以前描いた写真から描いた神社の絵を、ミコちゃんに焦点を合わせてぼかしてみます。これが、こうなる感じです。臨場感が出てる気がする。やり方は先ほどの銃のリコイルの時と同じように、まず、トーン化を解除して1枚のレイヤーにします。次に、選択範囲、メニューの選択範囲をストックで、選択範囲レイヤーを作成して、焦点のキャラに近いところは淡く、遠いところは濃くなるように塗って、レイヤーから選択範囲を作成してから、ガウスぼかしをかけると、焦点から離れるにつれてピントが合わないような効果が得られます。選択範囲レイヤーで選択範囲を作成してからぼかすと、選択範囲レイヤーの不透明度でぼかしの減衰をコントロールできるわけだね。奥の木、神社、舞い散るもみじで、ボケ具合が同じようにならないように注意しながらぼかすと臨場感が出ます。カメラからの距離ごとにぼかす量を変えるのがコツみたいだね。これで基本編はおしまい。ここからは応用編です。ぼかしを質感とか陰影で使うんだっけ？まずは、応用技その1、質感ぼかし、です。こちらの石畳の道を、ぼかしでこのように加工していきます。石畳のテクスチャは、こんな感じのレイヤーになっています。テクスチャの黒い部分を色域選択で選択して、縁をつけます。選択範囲をストックで、選択範囲レイヤーを作成して、質感を消したいところを塗って、馴染ませます。一度ガウスぼかしで、全体を少しだけぼかして、さっき馴染ませた、選択範囲レイヤーから選択範囲を作って、もう一度ガウスぼかしを、今度はさっきより強めにかけます。それで、これからどうするの？表現色を、グレーから、モノクロに戻すとこうなります。奥に行くに従って自然にテクスチャが消えていってる。あとテクスチャの消え具合とか濃さは、ここら辺で調整できます。
それでは最後の応用技その2、陰影ぼかし、です。今度は逆に奥に行くほど高まる線の密度を利用して、陰影を描くのに活用するぼかし技です。このお社への坂道に石段を描いていこうと思います。まずブラシで適当に石段らしきものを描きます。黒い線の部分を引き選択で選択して、縁をつけます。ガウスぼかしでぼかして、表現色をグレーからモノクロに戻すとこうなります。今度はさっきと逆に奥が自然に黒くなったよ。さすがにそのままだとちょっと汚いから、上から軽く加湿修正して完成。以上、漫画のためのぼかしフィルター講座でした。いろいろ面白い機能を紹介できたと思うので、ぜひ一度試してみてください。あ、でも綺麗に印刷できないこともあるから、ぼかしの使いすぎは要注意ね。ぼかしすぎると見にくい原稿になっちゃうからね。まだ伝えきれてないことがちらほらあるんだけど。ブログの記事とかコメントとかで補足していくので、よかったら覗いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。